の MBTI 診断が結構当たってる。推しの行動、思考パターンを知ればもっと好きになれるかも。気になるメンバーのあれこれを大解剖しちゃいます。今回のENHYPENの MBTI 診断の結果がとても興味深く面白いのでシェアしたいと思います。推し学では以前にルセラフィム、エスパ、G アイドル、ニュージーンズ、TXT の MBTI とメンバーの性格についてもご紹介しておりますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。2022年に MBTI 診断を受けたENHYPEN。メンバーの行動パターンが丸分かりに。まずは MBTI の基本をさらっとおさらい。最終結果は4文字のアルファベットで分類され、4×4 の16パターンの性格タイプが表されます。各アルファベットはこちらを意味しています。1文字目は E の外交型か I の内向型。エネルギーの方向性を意味し、外交型は活動的で積極的、内向型は静かで慎重です。2文字目は S の感覚型か N の直感型。認識機能を意味し、感覚型は現実主義者で実際の経験に基づき、直感型は理想主義者でアイデア思考です。3文字目は T の思考型か F の感情型。判断機能を意味し、思考型は論理的で事実に興味を持ち、感情型は人間関係に興味を持ちます。最後の4文字目は J の判断型か D の認識型。対処や生活様式を示し、判断型は計画的で期限を厳守し、認識型は流動的で柔軟です。MBTI のコンテンツではメンバーたちに次のような質問がありました。質問1、友達との約束が急にキャンセルになったらどうしますか？ A、キャンセルになって嬉しい、そのまま家にいる。B、他の約束を作って絶対に出かける。A のキャンセルになって嬉しい、そのまま家にいるを選んだのはヒスン、G、ソンフン、ジェイク、ジョンウォン。B の他の約束を作って絶対に出かけるを選んだのはニキとソヌの2人でした。メンバーのほとんどがインドアのようでナプのイメージにぴったりすぎる。質問に料理する時のスタイルは A、レシピ通りに計量カップなどを使い正確に測る。 B、勘で料理する。 A のレシピ通りに計量カップなどを使い正確に測るを選んだのはニキ、ソンフン、ジョンウォン、ジェイ。 B の勘で料理するを選んだのはヒスン、ジェイク、ソヌでした。しかし E グループもラーメンを作るときは目分量らしいです。なぜだ？質問3、サグアと聞いて思いつくものはリンゴ、赤い、ニュートン、おいしい、食物繊維、謝罪などなど。この回答で面白かったのは2期。サグアで連想するのはデスノートだそうです。なぜかリュークの絵を描いている2期タン。どういうことと一瞬なりましたが、死神のリュークはリンゴを食べているからだそうです。メンバーの行動パターンがだんだん分かってきましたね。次は気になる診断結果を発表していきます。ヒスンの結果は INTP でした。INTP は自己主張が少ないけれど頭の回転が速いのが特徴。想像力が豊かな天才肌タイプです。自己主張が少なくおとなしい印象がありつつも、その胸の中では常に新しい発想を探し、知的好奇心を燃やし続ける熱い一面も持っています。練習生の時の MBTI は INFP だったヒスン。その後4回ほど MBTI 診断を受けたところ全て INTP でした。デビューしてからの性格は F の感情型から T の思考型に変化したようですね。エネルギーのオンオフが得意と自負しているヒスン。カメラがあると意識してテンションを上げれるけど、裏では無気力に座っていることもあるらしく、その切り替えがあるのが INTP の特徴だとか、なんとなくわかるような気がしますね。そしてこの男、リアコ製造機なのでお気をつけください。J の MBTI は ENFJ。ENFJ は他人の幸福や助け合いをしながら成長することを大切にし、理想を追求する性格も持ち合わせています。途中で挫折があっても投げ出したりせずに最後までやり遂げるのが強みです。練習生の時の MBTI は ENTP だったので性格が変わったようですね。思考型から感情型に変わり、さらに判断型になっているので物事を計画的に進めるようになったようです。感情移入が得意で責任感が強いのが ENFJ の特徴なので、まさに兄貴肌の J らしい。ソンフンは ISTJ。ISTJ はとにかく真面目で堅実な性格です。物事を計画的に進めコツコツと地道に努力していきます。ソンフンは元アスリートで氷の王子様。練習へのその真面目な姿勢はアイランドの時もメンバーから尊敬されていました。まさにソンフンにぴったりじゃん ISTJ。
ソンフンは練習生時代と変わらず ISTJ らしく、ソンフンは休みの日は機内モードになるらしく連絡がつかないし、気づいたらどっかに行っているそうです。チームプレイよりも個人プレイが得意なのが ISTJ の特徴で、環境の変化にも割と弱いです。デビュー時に環境の変化に慣れずメンバーと6対1の喧嘩になったエピもあるソンフン。ISTJ の特徴にしっかり当てはまってますね。ジェイクは ESTJ は人をまとめる能力が高くてリーダーシップを取るのが得意。真面目で正直者なので、周りから頼りにされることも多いです。自分の感情に振り回されず、公平な判断を下せるのも強みです。ISTJ から ESTJ に変化したジェイクは外交型になったようです。練習生時代は一人で黙々と練習することが多かったけど、メンバーと一緒にいることが多くなったのでいいになったと話すジェイク。伝統や秩序も大事にするタイプなので、韓国式の上下関係とかも意識していることが多い気がする。年下の2期には必ずおごってあげるとかちゃんとやっているので。ソヌは ENFP はずば抜けたコミュニケーションで人付き合いが上手な人です。まさにソヌって感じ。クリエイティブな一面も持っているのでアイディアマンとして活躍するタイプ。その場のノリよりも人とのつながりや交流を重視するタイプになります。一方で前向きで楽観的主義者のため、悩みがなさそうと思われがちですが、実は繊細な心の持つ性格。周囲の感情に敏感に反応し物事を深く考えてしまうためストレスを抱えやすいです。ソヌは感情型なので喜怒哀楽が一番顔に出やすいかもしれないですね。チョンモンは ISTJ でソンフンと同じ結果に、もともと ESTJ だったのでジェイクと性格が入れ替わったようですね。リーダーとしてチームをまとめる役割なので、物事を計画的に進めているうちに真面目で堅実な性格になったようです。計画通りに進まないとストレスが溜まってしまう特徴があるので、メンバーのみんなが協力してあげないとですね。メンバーたちはなかなか言うことを聞かないですが。最後にENHYPENのマンネ、2期は ESFP。ESFP はエンターテイナー型という名の通り、人を楽しませることが大好きなパフォーマータイプ。陽気かつポジティブ精神を持ち合わせているのでたくさんの人から愛される存在です。芸術的な才能も豊かで、音楽、ダンス、アートなどで自分を表現し周りだけでなく自分自身も楽しむことを大事にします。特徴がまさに見切って感じですよね。ダンスはもちろんですがアートも得意で、以前プラダのミユッチャプラダ氏に絵をプレゼントするなど ESFP らしさを発揮していました。どうでしたか？結構当たってるような気がしますよね。MBTI は後天的個性と言われており、環境の変化によって変わっていくものなので、メンバーの MBTI も随時変わっていくと思います。また今後どんな風に変化していくのか楽しみですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。